こんにちは。ゼロから行政書士第34回です。前回は代理の仕組みを学びました。今回は民法相続の4つ目のテーマに進みます。テーマは時効です。時間の経過で権利が生まれたり消えたりする仕組みです。取得時効と消滅時効という2つの時効を学びます。負の力を抜いて一緒に理解していきましょう。まず、今日学ぶ内容を整理します。一つ目は、時効とは何かということです。なぜ時効が認められるのかも合わせてみます。二つ目は、種類の時効です。取得時効と消滅時効の要件と期間を学びます。三つ目は、時効に共通するルールです。援用や完成猶予と更新の仕組みを整理します。それでは早速始めましょう。はじめに時効とは何かを確かめます。時効とは時間の経過で権利が変わる制度です。ある事実の状態が長い間続いたとします。その状態を法律が尊重して権利を認めます。時効には2つの種類があります。一つは権利を手に入れる取得時効です。もう一つは権利が消える消滅時効です。なぜこのような制度があるのでしょうか。長く続いた事実を今更暮らすと混乱するからです。権利の上に眠るものは保護しないという考えもあります。ここから取得時効を学びます。取得時効とは占有を続けて権利を得る制度です。他人のものを自分のもののように使い続けたとします。その状態が長く続くと所有権を得られます。例えば他人の土地を長年使い続けた場合です。取得できるのは所有権だけではありません。地上権などの財産権も取得の対象になります。大切なのは占有という事実が続くことです。取得時効の詳しい要件を見ます。まず、所有の意思を持って占有することです。自分のものにするつもりで占有する必要があります。借りている人にはこの所有の意思がありません。次に平穏かつ公然と占有することです。暴力やこっそり隠す占有ではいけません。そして占有が途切れず続くことも必要です。期間は原則として20年です。ただし占有の始めに善意無過失なら10年に縮みます。善意無過失かどうかは占有を始めた時で判断します。次に消滅時効に移ります。消滅時効とは使わない権利が消える制度です。権利を持っていても行使しないままだとします。一定の期間が過ぎるとその権利は消えてしまいます。例えば貸したお金を長年請求しない場合です。権利の上に眠るものは守られないということです。ただし、すべての権利が消えるわけではありません。どの権利がいつ消えるのかを次に見ます。消滅時効の期間を整理します。中心となるのは債権の消滅時効です。債権には2つの数え方があります。一つは権利を行使できると知った時からです。この場合は5年で時効にかかります。もう一つは権利を行使できる時からです。この場合は10年で時効にかかります。早く来た方で時効が完成します。なお、所有権は消滅時効にかかりません。使わなくても所有権が消えることはありません。ここで2つの時効を比べておきます。取得時効は占有を続けて権利を得る制度でした。期間は20年または10年でしたね。消滅時効は権利を使わずに失う制度でした。債権は5年または10年で消えましたね。2つには共通するルールもあります。どちらも援用しなければ効果は確定しません。放棄ができるのは時効が完成した後だけです。次に時効の援用を学びます。
時効は期間が過ぎれば自動で確定するのではありません。時効の利益を受けると主張する必要があります。この主張を援用と言います。援用がなければ裁判所は時効を認められません。時効を使うかどうかは当事者に委ねられています。援用できるのは直接の当事者だけではありません。保証人や物上保証人なども援用することができます。援用と反対に時効利益の放棄もあります。時効の利益はあらかじめ放棄できません。完成する前の放棄は認められないのです。もし認めると困ったことが起こります。お金を貸すときに放棄を強いられかねません。そこで事前の放棄は禁止されています。一方、時効が完成した後は放棄できます。完成後に債務を認めると、その後は援用できないとされています。ここから完成猶予と更新を学びます。一定の事情があると、時効の進み方が変わります。近年の改正で、この2つの呼び名が変わりました。1つ目は、完成猶予です。一定の間、時効の完成が先延ばしになります。時計の針が一時的に止まるイメージです。2つ目は、更新です。それまで進んだ期間が一旦リセットされます。そして、また新しくゼロから進み始めます。完成猶予や更新が起こる主な助由を見ます。1つ目は、裁判上の請求です。訴えている間は、時効の完成が猶予されます。判決で権利が確定すると、時効は更新されます。2つ目は、催告です。支払ってほしいと裁判の外で求めることです。催告をすると、6ヶ月間だけ完成が猶予されます。ただし、催告そのものに更新の効果はありません。3つ目は、承認です。債務者が借金を認めると、その時点で更新されます。ここで今日のクイズです。消滅事項についての問題です。正しい内容はどれでしょうか？ A は所有権も20年で消滅事項にかかるという内容です。B は債権は知った時から5年で消えるという内容です。C は時効の利益は完成前でも放棄できるという内容です。少し考えてみてください。正解は B です。所有権は消滅事項にかからないのでしたね。時効の利益を放棄できるのは完成した後だけでしたね。今日のまとめです。時効には2つの種類がありました。取得時効は占有を続けて権利を得る制度でした。期間は20年または10年でしたね。消滅時効は債権なら5年または10年で完成しました。所有権は消滅時効にかからないのでしたね。時効は援用して初めて効果が確定しました。放棄ができるのは完成した後だけでしたね。完成猶予と更新の区別もしっかり押さえましょう。ここまで事項を学びました。民法相続の大きな山をまた一つ越えました。次回は10件の分野に入ります。テーマは条件変動と対抗要件です。不動産は登記、動産はインドシが鍵になります。意思表示だけで実権が移るという原則も学びます。今日の取得時効と消滅時効はしっかり復習しましょう。高評価とチャンネル登録でこれからも一緒に頑張りましょう。